はい、にゃんこ、よこしょ。よいしょ、ここに置きたい。はい、ババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンバアビバモモ。ババンババンバンバアビバビバビバババンババンバはあビバモモ。はい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこにチュールと鰹節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭に、スマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて、瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、三毛猫のたまちゃん、グレーのぐーちゃん、チャトラのまさるくん、白茶のゆりさん、そして画面に収まっておりませんが、白黒のくーたくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活って、どんな感じなのかなっていうのを、ちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はい。まめさん、藤子さん、皆さん、こんばんは、ボンソワ。クラマルさん、皆様、こんばんは、ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。で、一日一個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。では、いきますよ。せーの。ジャスティーサイにゃんこたち、ゆりたん、ジャスティーサイからのお皿に夢中なゆりたんはな。今日も塩入りさゆ。今日はいい塩梅でございますな。ごくごく飲んじまったな。はい、入りますかはい、食べたら入るな。はい、食べたら入ります。ねえ、たまちゃん、今日も寒かったね。すんごい寒かったね。すんごい寒かったからさ、ヒーターつけたらもうさ、隙間なくぴったりぐーちゃんとたまちゃんで吹き出し口塞いじゃってな。ね、で、その間にクータが入り込んで、もうね、寒かったよね。で、ご飯もさ、なんかいつもよりも多めにあげたんだよ、なくなってたからさ。なのにね、全部きれいに食べきってあって寒いのにさ、なんか逆に寒すぎると生命の危機を感じるのかわかんないけどね、いつも寒くてご飯食べずに残ってるのに今日はしっかりとなくなってたんでな。だからチュールだけじゃなくて鰹節もあげたんでね、
ちょっと遅刻しましたよっていう本日の遅刻の言い訳でございます。たのこさん、こんばんは。ボンソワ。カニタンさん、ジャスティス、ありがとうございます。てんたまさん、今夜もジャスティス、ありがとうございます。たのこさん、ジャスティス、ありがとうございます。てんたまさん、藤子さん、皆様、こんばんは。ボスは本日もお付き合いよろしくお願いいたします。はい。まっちゃん映ってないかな。ヨッシーさん、ジャスティス、ありがとうございます。フランマルさん、はい、たまちゃん。何見てる。にゃんこの勢いがすごかったですね。はい、最初な、チュールがあるとすごいだろチュールとな、あと冬場ヒーターがあればな、ここににゃんこいてくれるから、割とにゃんこの姿は楽しめるかな、みたいな感じでございますよ。ね、この店頭生活が楽しすぎて、私的には。にゃんこと一緒にね、ここでね、ぬくぬくというか、寒いからぬくぬくっていう表現が合ってるかどうかわかんないけど、にゃんこにね、絡まれて幸せな感じですよ。寒いのは嫌だけどな。ほら、寒いからもう今日は本当寒いからマチャまでな、こたつの主のマチャまでヒーターに張り付いてな、食うたとな、大きい子チームが今日は珍しくヒーターだな。だいたいヒーター前は女子ズが占領してて、で、男子はね、なんかその輪に入れなくてうろうろしてる感じなんだけど、今日は逆パターンでございますな。まあ本当に今日は寒い。なんでなんかでも雪が降ってもいいぐらいの寒さだよな、今日もなっていう感じね。もう後半っていうのかな。寒すぎて、もうこのテントの中ですらもう空気が冷たくて。だから、これは寒いぞと思ったんでね、ホットカーペットを最強にしてさ、ただこのヒーターはちょっとギリギリまで頑張ってたんだよね。で、さすがにもう寒くて30分前にヒーターつけたんだけど、そしたらもうぐーちゃんとたまちゃんでヒーターにぴったりくっついて寒かったよねっていうね、一日でございましたね。なので今日は農協に火曜日なので、一応行ったんだけどね。で、朝はさ、日が出てるとさ、なんかあんまりそんな寒くないのかななんて思ってさ、ちょっと油断して外出ると、寒いと思ってさ、ね、で、まあでも近所だから農協はまあいいんだけどと思いつつさ、行って、で、今日は何があるかなと思ったんだけど、今日はね、一応、まあ春菊があったね。春菊あったんだけど、まあ100円だったら買おうかなっていう感じなんだけどさ、150円だったんだよね。で、まあ、春菊はほら、育ててたからね、一応今年っていうかね、この冬は食べたからな。まあ、いいかな、みたいな。100円だったら買ってもいいけど、100円、150円だから、まあいいかな、みたいな感じで。で、あとね、菊芋があったね。で、菊芋さ、いつもね、量がすごい少ないんでさ、ね、あるなと思いつつさ、まあ買わないんだけど、今日は結構量が入ってるやつあったんだよね。で、これなら食べ応えがあるからいいぞと思ったんだけど、一袋500円だったんだよね。いやー、さすがにな、こんだけ入ってれば確かにちょっと食べ応えはあるけれども、500円か、この袋で500円かと思ってさ、いらないよ、やっぱり、みたいな感じでね。で、結局買わずじまいで今日もさ、なんかね、大根だか白菜があったらと思って淡い期待を持って行ったんだけど、今日もね、相変わらずもうシクラメン屋さんになっちゃってるね、あそこね。シクラメン屋さんで。で、ちょっと野菜も置いてあるみたいな、そんな、感じになっちゃってるな。で、野菜ないからスーパー行こうかなと思ったけど、ただまだね、お支払いしてないからさ、お支払いしてないんでね、まあ現金で買い物すればいいんだけどさ、ポイントはつけられるからさ、そうするとさ、アプリ立ち上げてさ、
切ってやって、で、支払いは現金って、まあ、またそれはめんどくさいなって思って、じゃあ、うちにあるものでなんとかと思ってね、前だったらほら、他のスーパーに行くんだけど、今もうスーパーなくなっちゃったからさ、もう買い物行くのそこしかないからさ、じゃあと思ってね、うちに備蓄してある乾燥野菜、小松菜ね、賞味期限切れてて、賞味期限切れてるけど、まあ、まだね、食べられるっちゃ食べられるんだから、取っときゃいいんだけどと思いつつ、まあ、それで取ってあったんだけどね。まあ、ただ見た目的にも色がね、黄色っぽくなってきてるっていうの。最初の頃はね、グリーンっぽい感じなんだけど、日が経ってくるとだんだん黄色っぽくなってきてね。で、見た目的にも、あれ、賞味期限切れてそうだなと思って見たら、切れてるわ。なんだ、切れとるわ。みたいなやつがね、いっぱいあったんだけども。まあ、それを解放しまして、今日は、乾燥の小松菜と、溶き卵のスープを作りましたっていう感じで、今日の野菜はそんな感じ。あと買ってもらってた、あれだ、干し柿を解放したんだけどな。お腹が空いて仕方がなかったので、干し柿をね、こうしたのは、それが3個入りだったんでね、今日もう1個は朝のコーヒーのお供に食べて、で、あと1個ね、一応残してあるんで、明日の朝のコーヒーのお供にね、しとこうかな、みたいな、感じで。あと、甘栗か。もうお腹が空いて仕方がないわけよ、今日さ。寒くて何にもしてないっていうか、どこにも行ってないっていうかね、動いてないのに、まあ食欲だけが止まらないので、甘栗も解放してね、食べたんだけど、それでも全然足りなくて、どうしようと思って。で、冷凍のバナナだけはあるからさ、バナナはいっぱいあるんだよな。しかし冷凍のと思いながら。まあでも食べるかと思ってね、バナナはいっぱいあるしなと思って。なので冷凍のバナナをね、細かく切って、ちょっとずつ寒いと思いながら食べて。でもやっぱりお腹が空いてんで寒いんだけど結構ペロッと食べてな。いや、まだ足りない。どうしようと思って。で、せんべい開封しまして、さっきな、真空パックになってたせんべい開封しまして、食べましたよっていう感じだな。今日は寒いし、食欲は止まらないし、みたいな感じで、巻いて。よしさん。藤子さんは塩入り白湯をよく飲まれてますが、はい。血圧は大丈夫ですか知らん。リンゴ酢をお湯で100倍に薄めたやつも美味しいですよ。そうなんだ。リンゴ酢をお湯で薄めるんだ。美味しいんだね。へえ。じゃあちょっと思い出した時にでも試してみようと思いますよ。まどかさん、こんばんは。ボンソワ。寒くて疲れて言葉がありませんな。寒いよな。で、眠くてさ、言葉がないわけ。こんだけ喋っといて。こんだけ喋っといてな。言葉ないよな、寒くてな。てんたまさん、まどかさん、こんばんは。カニタンさん、寒い時は大食いチャンスですね。もうほんと。食べることしかやることねっていうか、やりたいことがねっていうかな。もう本当何にもしたくない。けど食欲だけは止まんないっていう感じ。ねえ、てんたまさん、自分も今日作った干し柿食べました。いいな、美味しかったですね。自分で作れるんだったら、もういくらでもあるからさ、いくらでもあるから、いくらでも食べれそうよね。私はほら、高えなと思いながら、買ってもらったやつだけどな、自分じゃもう今買えないからさ、ね、もともと高いなと思ってね、でも食べたいなと思ってさ、買うことがあったけど、前はさ、今もうね、値上がりしちゃってとてもじゃないけど、ちょっと買えませんみたいな金額になっていくからさ、ねで、何でも買ってやるぞっていうのでさ、調子乗って干し柿買ってもらったやつな、あるからな、どうしよう、もったいないな、食べちゃおうかな、なんて思ってさ、昨日お腹すいたなと思って。
て、でさ、賞味期限見たらさ、干し柿ってあんまり持たないんだよね。言うほど持たないんだよね。保存食な割にはさ、そんな持たないんでね。だからそこそこ、食べとかないとっていう感じなんだけど、で、2パック買ったわけよね。種類が2種類あってさ。で、片っぽの方は、賞味期限書いてあって、来月かなんかなんだよね。ああ、やっぱりな、そんな持たないよねって。でもまだ1ヶ月持つんだから、1ヶ月持つんだからな、取っとけばいいんだけどと思いながら。で、もう1個のパックの方がさ、賞味期限書かれてなかったわけよ。あ、何これ賞味期限書かれてないっていうことは、こっちの方が先食べた方がいいかと思ってさ、わかんないからさ。だからそっちをね、じゃあ食べちゃおうみたいな。なんかね、食べていい理由にして、賞味期限書かれてないから、早く消費しなきゃ。だから食べていっか。みたいなね、解放する理由にして、昨日はね、それを解放しまして、食べましたよって感じ。ただまあ逆に、賞味期限が書かれてなかったってことは、それだけ日持ちするから大丈夫よっていうね、意味だったのかもしんないとか思いながら、結構硬かったんだ。硬い干し柿でさ、ね、なので細かく切って、昨日はこう、ね、一口でっていうのを持ってこうやって食べようと思ったんだけど、なかなか硬くて食べにくかったんだよね。だから今日は包丁で細かく切り刻んで、ちょいちょいつまみながらね、コーヒー飲みましたよっていう感じでした。で、今日はあれなんですよ。あれなんですよってなんだよな。そう、レ・ミゼラブルを見たわけよね。私、レ・ミゼラブルってさ、見たことないっていうか、話知らないなと思って、全然、有名なっていうのかな、そういうね、物語っていうのかな、があるらしいよっていうことだけはね、タイトルだけはさ、聞いててさ、知ってたんだけど、あ、そういえばそのレ・ミゼラブルってね、見たことないな。話知らないや、そういえば、と思って。で、朝ね、その干し柿食べながらさ、コーヒー飲みながら見てた YouTube で、なんか、レ・ミゼラブルの話題が一瞬出てきたわけよね。なんか、何々にしても、レ・ミゼラブルにしても、なんかちょっとした嘘がなんちゃらかんちゃらっていう話でさ、あ、そうなんだ、そんな話なんだと思って、なんかちょっと気になると思って、で、ね、検索してみたわけよね。でさ、最近、ネットフリックス導入したじゃんか。で、そのネットフリックスでどうやら見れるらしいっていうので、なんか知らんけどね、急に見たんだよ。勢いでな。その勢いで今日はね、なんか知らんけど、レ・ミゼラブルをね、今まで見たいとなとも思ったことなかったんだけど、ただ話知らないな、そういえばっていうのとさ、なんかちょっとした嘘がなんちゃらっていうので、どういう話なんだろうと思って気になってね。で、ネットフリックス入ったばっかりだから、見れるぞっていうのでね、勢いで急に今日はレミゼを見ましたっていう感じ。てんたまさん。寒い時は引きこもって映画鑑賞につきますでね。もうずっとこうやって生きてたい。寒いのは嫌だけどな。まあ、寒い間はもうずっとこうして引きこもってたいっていう感じ。まどかさん、レ・ミゼラブル、オペラの映画ですか？そうそうそうね。で、舞台が好きなね、友達というか、元職場の同僚がいてさ、ね、で、レ・ミゼとか言って、ね、何回も見たみたいな話してたけどさ、なんかそれをついついレ・ミゼラブルって聞くと思い出しちゃうんだけどさ、そう、オペラなんだよね。で、私はそう、オペラっていうか、なんだっけ、ミュージカルか。まあ、オペラなのかもしれないけど、ね、オペラでもあるのかもしれないけど、ミュージカルの、ドラマというか映画なんでしょ？でね、その映画もね、なんかミュージカルってなってて、で、歌から確かに始まったんでね、ミュージカルか、なんて思ったんだよね。だけどさ、ずーっと歌ってんの。
ずーっと歌ってんのよね。なんかセリフがないっていうかさ、もうセリフが全部歌っていうか、全部歌なんだよね。そうで、さっきさ、あ、そういえばと思って、レ・ミゼラブルの解説かなんかね、してくれてる動画あるかなと思ってちょっと検索したらさ、岡田敏夫のさ、動画、まあ、切り抜きかなんかなんだろうね。3分ぐらいの短い動画があったんで、お、いいぞ。短いの助かるよみたいな感じでさ、見たんだよね。そしたらね、それでは、レ・ミゼラブルみんな見たあれ、すごいよ。全部歌なのって言ってて、あ、私と同じ感想だと思ってね。あれ、すごいバカだよ。全部歌なんだもん。とか言って歌しかないのとかって言ってて、私と同じ感想だなんて思ったんだけどさ、そうなんで、映画のレイ・ミゼラブルはね、全部ミュージカルでさ、全部歌なんだよね。で、まあね、どんな話なのかななんて思ったんだけど、まあ結局のところ、なんだろう、恋愛の、なんだろう、ストーリーだったのかな、みたいなね、そんな印象だったんだけれども、ただまあフランスがさ、もうしょっちゅうさ、デモだったっけね、更新してるっていうね、そういうね、国だっていう話はね、聞いてたけど、なんかそれを見たおかげでね、あ、なるほどね、なんでフランスがそんなね、もうデモばっかりやってんのかっていうのが、なんか分かったなっていうのがね、あったね。今まで全然、ヨーロッパ系の歴史、そもそもね、日本の歴史もわかんないのにさ、ね、ヨーロッパの歴史なんかもうまるで知識ゼロよって感じだったけど、なんかそれを見たおかげでなんとなく、あ、なんでフランス人がデモばっかりやってるのかってなんか分かったなっていうのがね、なんかちょっと知れてみてよかったかなっていうね、感じでございました。ね、カニタンさん、オンマイオウンだっけだけは知ってるがね、なんか多分曲有名なんだろで、そうやってさ、レミゼをさ、ちょっと検索しただけでさ、みんなね、歌ってみた的な、なんか歌ってる動画がいっぱい上がってきちゃって、あ、そうなんだなと思って、多分有名なんだろうなと思って、私は全然知らなかったからね。まあ、なんとなくちょこっとだけ、あ、もしかしたら聞いたことあるかもしれないみたいな。お、来たっていう感覚ではないんだよね。この歌知ってる、聞いたことあるみたいな感じではなくて、あ、なんか聞いたことあるかもしれないみたいなうっすらした感じだったけどね。まあ多分有名なんだろうね。みんななんかいろいろ歌ってみたみたいな動画が出てきてたからね。てんたまさん、昔、ミュージカル映画にハマって、地元のビデオレンタル屋さん回って、全部借りてみました。あ、そうなんだね。あれだね。ペだね。ペだねって、なんだっけ、アスペか。アスペだね、てんたまさんもね。まどかさん、わっち。映画館に見に行きました。ああね、映画だからね。そう、岡田敏夫も1800円払う価値あるよとかって言ってさ、ね、映画館で見ると1800円なんだもんな。そう考えたら、ネットフリックスだったら半額ぐらいだから。いいかっていう感じよね。ミュージカルって知らなくて見始めたら、そうそうそうね、知らなくて見たらね、ずーっと歌だった。ずーっと歌だったよ。船を運ぶ、苦しい場面なのになぜかみんな歌い続けてて、そう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 。同じこと思いましたわらね、そう。最初そうだったよね。で、あ、そっかと思ってね。ミュージカルか。じゃあ、それ。だからよくそんなね、演技しながら歌ずーっと歌じゃんか。ね、それでよく表現できるなっていうのがさ、感心したよね。
まどかさん、綺麗な女優さんが一発撮りで、あ、そうなの坊主、頭にした場面がありましたね。そう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 ね。なんかあの人ね、坊主っていうのかなにね、してた時あったよなっていうふうに思ったんだけど、あの映画のせいでそうなったのね、綺麗な髪の毛な。あれ、髪の毛も売れるからね、坊主っていうの売ったんだよね。で、歯も抜いたじゃんか。歯も売れるってこと？歯が売れるってどういうことなんだろう。麻酔なしで奥歯抜いたよね。でね、痛みは引くから大丈夫だみたいなことでさ、奥歯抜いて、いやー、ね、麻酔なしで奥歯抜いてさ、ね、歯が売れるってどういうことなんだろうって。まず最初はそれが気になって気になってみたいな感じだったけどさ。でね、レミゼっていうぐらいだからさ、貧困の話だよねっていうのはなんとなく分かってたんだけどさ、なんだっけ、下克上じゃなくて、フランス革命だったっけがあって、それの、何十年後ぐらいな話なんだよね。だから最初その下克上があってね、市民が市民権を得たっていうのだけれども、月日が経ってね、また、立場がね、逆転っていうのかな、元に戻っちゃって、みたいな。で、またね、下克上するみたいな、そんな、物語なんだよな。坊主ね。てんたまさん、まどかさん、確かにミュージカル映画って生きるか死ぬかの場面でも声高らかに歌い上げてたりしますよね。そうそうそう。すごいよね。その演出を考えた人、すげえなって思うよな。ねえ、まどかさん、フランス革命の時代でしたっけ？あの歌はよくやるなと感心しました。そう。で、フランスの国歌ってさ、すごいひどい歌詞なんだよね。どんな歌詞だったっけ？忘れちゃったな。ちょっと調べてみようかな。なんかね、血が流れたりとかするんだよね。それが国家なんだよね。すげえ国だなと思ったんだけど、ああ、なるほどな、そういうことかなって、なんかちょっと理解が深められてよかったよっていう感じ。フランス国家。フランス国家、意味っていうのがあるな。意味。マルセイエーズ、そうだ、マルセイエーズ。自由、平等、友愛ね。なんかそれを、題材にしてた映画だったよな。単語の導く、連れてく、復習、仕返しな、そんなのが国歌の歌詞なんだもんな。マルセイエーズ。歌詞出てこないかな、日本語訳。あ、日本語訳っていうのがあったな。えーっと、マルセイエーズ、元の成り立ち、フランス革命の軍歌。現代にはふさわしくないので歌詞を変えようと意見はあるそうです。あ、そうなんだ。いかにも軍歌な歌詞はどうかと思う。メロディーは美しく感動的。えーっと、1番と6番、長いのか。歌詞の訳はないかな。カタカナで振り仮名振られてる。あった。1番、さあ、祖国の古来を栄光の日は来た我らに対し、血まみれた横暴な旗が掲げられた。聞こえるか？戦場の野蛮な兵士たちの、うなり声、奴らは君たちの腕の中まで来て、君たちの息子や妻を殺す気だ。これ国家だもんね。すげえ国だなと思ったんだけどさ、あ、なるほどね、そういう国だったのかっていうふうに思ったんだよね。まどかさん、そうですよね。
死にゆく場面でも歌ってますね。ね。で、そう、なんかね、妻を殺すだとかなんとかっていう歌詞で思い出したけどさ、今ね、日本でさ、能登半島の地震ってだっけ、なんか中学生を集団疎開なんかさせるだかさせただかっていう風になってるんでしょ。で、へえと思って私はあんまりね、それに関して特に何か考えなかったんだけど、気持ち悪いよねっていう話になってて、あ、確かにと思って、確かにと思ってね、これはやばいだろうっていうのでさ、ね、親は連れてかないのね、子供だけ。で、中学生だったっけ、なんか子供だけね、連れて、で、疎開するっていうので、まあ、昔ね、そうやって子供だけ連れてった船が沈没したとかっていう事件があったりとか、まあね、人身売買に使われるからさ、これはダメだよっていうのでね、親はこの時ちゃんと、考えを持ってね、子供の手を離さないっていうね、選択をね、するっていうこともできたんだから、疎開には出しちゃダメだよねっていう話をしてて、あ、そうだなとかって思って、なるほどね、こういう時こそ家族は団結して一緒にいないとダメなんだな、なんてね、ちょっと思ったっていう感じ。だから私は何が何でもにゃんこと一緒にいるぞと、心に誓った次第でございますよ。で、そんくらい。はい。では、タロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。ね、だからなんでそうやって、激しい国なのかっていうと、ね、一回そうやって下克上してね、市民がね、平等に暮らせるようになったけど、またすぐ戻っちゃったわけじゃん。だからこれ許しちゃうとまた同じことが起きるっていうのでね、もうね、貧困で一生暮らすか、ね、死ぬか、もうそれしか選択肢がないみたいな世界だからね、そこに、戻してたまるかっていうのがね、おそらく根底にあるんだろうなと思って、まあ、それでしょっちゅうね、デモをするんだろうなっていうふうにね、思ったわけよね。で、フランスってさ、恋愛に、甘いっていうのかな。一番が恋愛じゃん。だからそんな時でもね、恋愛が一番大事なんだ、みたいな感じ。さすがフランスやな、みたいなね。そうで、一番ちょっと違和感あるっていうのかな。まあ、姉妹には慣れたけどさ、フランスの映画なわけじゃん。フランスの映画なのにさ、大概、英語なのよね。で、前も何だったっけな。なんかフランスのやっぱりフランス革命の映画だったのかなをなんかちょろっとね、クリックした時にさ、フランスの映画なのになんで英語なんだっていうので、なんか全然話入ってこなくて。で、みんなやめちゃったみたいな映画が確かね、あった気がするんだけど、有名な映画でね、有名だからちょっと見とこっかなんて思ったのにさ、なんでフランスの映画なのに英語なんだよって思ってね、ちょっと見てらんなかったんだよね。で、今回のもさ、まあ、そもそもミュージカルっていうところでもうなんかそれどうでもいいやってなっちゃったんだけど、そもそも歌ってるしね、みたいなところで、英語だけどねっていうふうに思ったけどさ、ね、今回もだからさ、何から何まで、その本書いた人も、で、舞台も、なんかね、いろいろ携わってる人全部さ、フランス人の、まあフランスの映画っていうわけじゃんか。なのになんで英語だったんだろうっていうのがね、まあ、やっぱり気になっちゃってね。
まあ、英語の方のがわかる人が多いからっていうことで、そういうふうになるんだろうけどさ、だってこんな有名なフランスの映画だったらさ、ねえ、もうフランス語でやってくれよって思うのよね。よくやるなと感心しました。そうですよね。死にゆく場面でも歌ってますね。歌ってましたね。てんたまさん、子供の疎開はきっと辛いですよね。ね、もう辛いっていうかさ、なんか気持ち悪いよね。どうしてそういうことになるの？戦争中ならまだしも、戦争中ではないですよ、今はっていうので。まあね、戦争中といえば戦争中かもしれないけどさ、まあこの日本の地でドンパチ始まっててね、もうそう普通にするしかないみたいなさ、そういう状況なわけではないわけじゃんか。でね、親は一緒に行っちゃダメっていうのは、まあ親を連れて行きたくないなんか理由があるんでしょうねっていうのでさ、ね、なんかこれ気持ち悪いよねってみんな言ってて、ああ、そうだね、なんか気持ち悪いねっていう感じで、いやーなんかもう本当日本がますます気持ち悪い感じにね、展開していくなっていうのがね、ちょっとね、嫌な感じよね。はい。で、あと、何の話だっけそうぐらいかな。今日は玄米炊いたんだな。今日は玄米炊いて、で、納豆をかけて食べて、で、その小松菜と卵のスープにね、残った玄米入れて、で、そっか、餅も入れたんだな。だからもう結構食べたよね。結構食べたよね。餅食べたし、ご飯食べたし、納豆食べたし、で、甘栗食べて、バナナ食べて、せんべい食ったのか。いろいろ食ったな。てんたまさん、確かに違和感を感じますね。気持ち悪いよね。だから親も一緒にとかさ、ね、いうことならさ、まだ、あれだけど、子供だけ、なんかね、疎開させるってなんか意図を感じるよね。気持ち悪いよねって話で。だからもう親はしっかりね、子供の手をね、絶対に離しちゃいけないですよ、こういう時はっていうふうにね、言ってたね。私はほら、親になったことがないからさ、そういうのにあんまりね、意識が向かなかったけど、確かにそうだねっていうふうにね、思いました。てんたまさん、首都高知の名産品です。ありがとうございます。ありがとうございます。この世に私しかいないのかと思っちゃったよな。まどかさん、鏡餅って、どうやって食べればいいのだろうな。割って食べるらしいよ。ヨッシーさん、てんたまさん、うまい。で、うちは母親がなんかね、包丁で一生懸命切ってたなっていう姿を覚えてたんで、まあ多分そうやって包丁で切るもんなんだろうなと思って、で、嫁に行った時にね、やっぱり鏡餅があったんでさ、なんか一生懸命包丁で切ったような気がしたけど、でもなんか割って食べるらしいじゃんか。だからあれなんじゃないの？外に出してカラカラにしてで乾燥させてで割って食べればいいんじゃないの？ヨッシーさん、てんたまさんうまい。てんたまさん、ヨッシーさん、カニタンさんを、パクりました。あ、そうなのか。なんか意味のあることを言ってたんだったっけ？カニタンさん、わらわら。では、てんたまさんからストップの掛け声いただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。でいきますよ、せーの。1、2、3、
4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの、じゃじゃん。またか。また出たね。ねえ、これ女性らしいもんな。剣がいっぱいで、ね、頭抱えてるの出たよな、最近な。なんかこういうさ、剣とか棒がさ、いっぱいで、なんか頭抱えてるカードばっかり最近出てきませんかね。なんかいっぱいいっぱいなのかね。逆位置。前も逆位置だったっけ？なんか前正位置で出てたような、そんな気がするけど。ソードの1、2、3、4、5、6、7、8、9。9でいいのかな。ソード 9？ ソード、9。逆位置。どれ？これ読めるやつ、読めないやつだ。これだな。ソード9の意味と解釈。小アルカナソード9はベッドで目覚めても現実が変わらず、悲観に暮れる女性の後ろに9本の、剣が整然とかけられています。壁の色は黒一色に染められ、その悲しみや絶望がいかに深いかを物語っています。剣先が見えないことからも、未来が見通せないことは明らかです。逆位置。不安からの回復、好転の兆し。よかったね。前は正位置だったね、やっぱりね。逆位置のがいいやつじゃんとか言ってた気がするから。今日は逆位置だから逆にいいやつだな。カード9、ソード9のカードは深い悲しみや絶望に暮れる状況を表し、そんな悲観的な気持ちに支配されて、将来が見通せないことを意味するカード。そのため、逆位置では、過去から引きずっている絶望に終焉が訪れると解釈します。ありがとうございます。なんか、これ言っちゃった。逆位置の意味。キーワード、不安からの回復、好転の兆し、トラウマの改善、過去からの脱却、問題の終焉。よかったよ。逆位置でのソードの9は、これまでにとらわれていた問題が終わりを告げて、精神的な不安から回復することを意味します。よかったね。このカードは逆位置になると、過去から引きずっていた不安に何らかの結末が訪れることを表します。そのため物事は回復へと向かうと解釈できる。あくまでソード9のカードが意味するのは精神的な状態ですから、回復すると言っても現実が変わるというより気持ちが楽になるという方が適当でしょう。なるほど。しかしながらその問題や不安が大きく深いほどその解放感も強くなるために一転して最悪の状態からは脱したと感じられるかもしれません。ただその後の将来について何かを物語るカードではないので、良い方向に進むとは安易に受け取れません。仕事での解釈、恋愛の解釈、まとめ、精神的な苦しみが今後のどのように変わるのか意味するカード、精神的な闇の部分を表すので、逆位置では、そんな過去のトラウマから解放されて、新しい段階に進むことを意味し、これまでの苦しみが終わりを告げると読み取れるでしょう。このカードはどちらにしてもあなたが精神的に弱く、
感情に翻弄されやすいことを示しているので、はい。今一度、心を整理して、冷静に問題に向き合う必要があります。はい。てなわけで、本日のタロットカードの意味調べるの会話。まあ今までね、問題だったのが解消されるらしいよ。よかったねっていうね、カードでございましたね。はい。楽しんでいただけてたら幸いでございます。パクりました。わらわら。まどかさん、悪夢のカードですね。ね、絵柄がな。もう絶望的っていう感じな。レ・ミゼラブルっていう感じだったよな。北海道さん、皆さん、ジャスティス。ギリ間に合った。獅子舞を先日見たことのある北海道さんです。ああ、そうだったね。私、そういえばよく考えてみれば、獅子舞って生で見たことないかもしれないと思ってさ、春節の中国のな、獅子舞は見たことあるけど、日本の、なんだろう、獅子舞はもしかしたら見たことないかもしれないと思ってさ、ね、てんたまさん、北海道さん、こんばんは。北海道は激寒でしょうね。あ、今日って全体的に寒い感じ？なんか東京だけバカみたいに寒いとかそういうんじゃなくて、全国的に寒い感じ。まあ1月だしね、もう大寒だからね、寒いっちゃもうね、寒いよね、しょうがないよねっていう時期ではあるけどさ。いやーでもなんか寒くって、寒いとほんとね、ほんとなんもする気になんないよな、ぐじゃないよな。もう一日中そうやって過ごしてたいだろぐっちゃんな。北海道さん、今日は猛吹雪でした。そうなんだ。じゃあ今日は全国的に寒い感じ。ね、また寒波が来るらしいから。どこだっけニューヨークだったっけどこだったっけどっかでね、なんか大寒波来てるよな。ニューヨークじゃないな。どこの国だっけ常夏だか、夏ではないのかな。とにかく温暖な気候のところ、寒くならないところで、マイナス何十度だっけマイナス20度だったっけの気温になってるらしいんだよね。で、それが、なんだっけ、万圧の法則だったっけ違ったっけでね、日本にも来るから、それが2週間後だかね、10日かから2週間後とかっていうので、まあ、それがね、そろそろ来週あたり来るらしいんだよね。もうさ、そもそも寒いんだからさ、もうこれ以上いいじゃん、やめてよ、みたいなね、感じだよな。だからさ、お出かけのネタもさ、ね、行ってみたいところはいろいろとあるんだけど、こう寒いと全然ね、出かける気にならないからさ、で、ワタミのお食事系ネタももう使い切ったしさ、だからもう食べるばっかりだからさ、もうちょっとね、奇跡的にあったかい日をさ、ちょいちょい1週間のうちにね、1回ぐらい入れといてくれないとって思うんだけど、もうこんだけずっと寒いとさ、お出かけできませんから、みたいなね、感じだよ。猛吹雪でした。てんたまさん、猛吹雪は香川県では味わえない、気候ですね。ああ、いいな、そうなんだな。ね、なんかそうらしいもんな。温暖っていうのかな。いい気候のところらしいもんな。だから小麦が作れるんだろ嬉しいな。そういえば今日農協でね、春菊と巻き食いも覚えてたんだけど、あと黄色いのがあったんだよね。だからまた柚子かなと思って、なんか巨大な柚子があるんだよね。なんて言うんだっけなんか巨大な柚子があってさ、あれは
どうやって使うんだろうと思って、普通に柚子として使うのかな、何なのかなっていうふうに思ってさ、だったらちっちゃい柚子いらないっていうことにならないって思うんだけどさ、そういうふうにならないってことは、あれはあれでまた違う使い道があるんじゃないのかなと思うんだけど、まあ、柚子であったら食べても美味しくないからね。あのでっかい柚子何なんだろうなって思ってたんだけど、なんか黄色いのが見えたからさ、それかなと思ったんだけど、今日はね、巨大なレモンただね、レモンとは特に書いてなかったんだ。ただ値段しか、値段しかなくて。で、100円だったんだ、それはね。100円だったけどさ、ただ、レモンな、レモン1個100円って言われてもなぁと思って。確かにでかいよ。確かにでかいけどさ、でかいけど1個100円じゃさ、と思って買ってこなかったんだけど、ね、レモンとかもね、そういう温暖な気候のところだとね、取れんだろうなぁなんて思ってちょっと思い出してしまった。レモンって今の時期なのか今ね、並んでたってことはそうなんだけど、なんか柑橘系って言うとさ、あったかい時期のイメージがあるけど、でもみかんがそっか、冬の果物って考えると違うか。あったかい時期ではないか。勝手なイメージで、イメージでした。失礼しました。てんたまさん。香川もレモンは高いですよ。ね。値段が安い高いはあれかもしんないけど、ただ、取れるところなんでしょ。てんたまさん、みかんは安いかな。じゃあ、みかんは割とレモンよりも取れやすいっていうことなのかな。それとも量がいっぱい取れるっていうことなのかね。ね、この前言ったかもしんないけどさ、青森の人が、ね、リンゴが青森なのに1個500円するっつってさ、嘆いてたけどさ、だからな、地元だからって別にね、安いわけではないんだろうけど、今物価高っていうのでな、ね、今だからなんだろう、何なら、安く食べれるんでしょうか。やっぱり白菜なのかね。大根も相変わらずスーパーだと安くないんだよね。で、キャベツもなんかどんどんちっちゃくなっちゃって。で、値段は上がってるし、みたいな感じでさ、何これって感じなんだよね。だから白菜だけかな。ね、旬だからさすがに白菜はね、安く買えるのかな、みたいな感じだけど、なんかね、まあ、キャベツは別に旬じゃないのかもしれないけど、どんどんちっちゃくなっちゃって、値段上がってるし、で、大根もさ、すげえちっちゃくなって、ね、で、値段高いし、みたいな感じなんだよね。大根なんか旬なんだからさ、もうちょっと安くてもよくねとかって思うんだけど、なんかな、なんかなっていう感じよね。はい。というわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録と、グッドボタンを押してスパチャを投げといていただけると私が笑顔になりますのでよろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければお友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。てなわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな。はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイならー。